電動昇降トリマーテーブルを作ってみた。ナンバー9。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。変更した項目。大きく変更した項目を説明します。詳しくは説明欄と考察をご覧ください。手元スイッチの回路を変更しています。リレーが2個ついた基板をボックス内に追加しました。変更回路左側です。メインスイッチを追加しました。これまでは電源を切るにはアダプターを抜くしかありませんでした。尻受けをマグネットで固定する方法から変更しています。マグネットの代わりに右側にくさびをつけて固定されるようにしました。トリマーカゴが干渉することは最初から分かっていますので削ってあります。接着で取り付けたくさびです。壁との間に食い込むことで固定されます。16分の1ステップで加工させてみます。リミットで止まりました。シビアですがエンビータプラス1ミリで停止します。水平が取れているので可能です。奥に見えるブレスも変更です。詳しくは説明欄をご覧ください。動作周波数の変更。動作周波数を 600Hz 台から 400Hz 台に変更しています。これも詳しくは説明欄をご覧ください。負荷電圧電流値測定及び周波数変更モードの改造。周波数変更や電圧電流値を外側でリモートできるように改造しました。これが周波数調整とプローブ接続用ターミナルです。下のボリューム2個は単に基板から連絡線を引き出しただけです。負荷電流を測定するときはジャンパー線を外します。皆さんよくご存知の中華 DSM VC288 です。これで測定してみます。鑑賞用の温度計を外してきました。精度は期待しませんが測定してみます。モーター部分に穴を開けてプローブを入れています。上2つはリードスクリューカップリングのトラスコネジ用穴です。配線を接続するためにジャンパー線を外します。
周波数測定用のプローブを接続します。電圧・電流測定ケーブルを接続します。DSN VC288 とトリマーテーブルとオシロスコープの電源を入れます。現在 389Hz を示していますが、ボリュームで変更してみます。 411Hz です。変更はシビアではなく割と楽です。モーターは停止していますが、電流がホールドのため流れています。スイッチを切ってホールドを解除してみます。スイッチを切るとホールドが溶けて自重でカゴが下がります。フルステップと停止です。2分の1です。4分の1です。16分の1です。2分の1です。フルステップです。このくらいの仕様では温度は気にしなくても良いようです。以上で変更説明は終わりです。分解の手順。点板を外した以降の分解手順を説明します。まず扉を外します。前面の補強材を外します。こちらはコンセントボックスにビスが隠れているので外します。外れました。次に右側の軸受けベアリングを上下とも外します。集略。外れました。袖を留めているビスを外します。外れました。これで袖が外れます。レンチでカップリングを緩めてリードスクリューを抜きます。抜けました。続けて袖の留めビスを外します。
ミット線を止めている端子を外します。これで機構が外れます。今回機構が外しやすいよう端子受けとしました。端子を戻します。これで心臓部にたどり着けました。トリマーの取り付け。トリマーを取り付けます。外からできるように考えてあります。化粧プレートを外してトリマーカゴの天板を外します。配線を外に出してプレートにトリマーを取り付けます。配線口からケーブルを外に出します。トリマーをカゴの天板に固定します。リス止めして完成です。終わりました。続けてビットを取り付けます。交換も手順は同じです。扉を開けて下からスピンドルロックボタンを押します。終わりました。ビットの垂直確認。6ミリビットで垂直確認をします。ビットをいっぱいに上げます。スコヤで確認します。面取りの試運転。16分の1ステップでビットの出を調整しながら行っています。6ミリビットの試運転。16分の1ステップでビットを少しずつ出して溝彫りをしてみます。
溝をフェンスから少し離したのでこんな感じです。集塵力を見るため切削チリを少しずつ近づけています。駆動トルク計算書。ナンバー8で示した速度計算以降のモーター駆動トルク計算書です。計算書を Excel で表しています。最終です。長きにわたりご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。